今回は東方キャラがリアルの世界で働くとどうなるのか徹底考察していきますよ。めちゃくちゃ面白そうな内容じゃないか。ちなみにミスチーはすでに上京していました。浅草で本店持つとかすごすぎでしょ。それではまずはじめに紹介するのは、我らが主人公である白霊霊夢が職業に就くとどうなるのか解説していきます。そんなのやっぱり巫女じゃないの？あんないい能力を持っていて、巫女に就くなんてもったいない。霊夢にとって巫女とは一体？確かに妖怪退治に優れてはいますが、リアルの世界なら彼女にはもっといい職業があるでしょう。まず霊夢の能力を見ていきましょう。霊夢の能力は空を飛ぶ程度の能力。空を飛ぶ程度の能力とは単に浮遊する能力ではなく、何事にも縛られないという無敵能力。重力も重圧も脅しも、霊夢に対しては意味がない。この能力の究極形態が無双転生であり、霊夢はありとあらゆるものから宙に浮き、外部からの干渉が不可能になり無敵状態となります。このスペルカード能力は制限時間がある弾幕ごっこじゃないと倒せないという無敵に等しい力なんだぜ。簡単に言うと重力を支配する能力と言った方がいいでしょう。かなり応用力もあり、戦闘ではお札を自由自在に操っていますね。そして白霊霊夢のメインウェポンといえば引用玉。どうやらイザナギオブジェクトという物質を、交流道で登場した玉作りミスマルが作ってくれました。このことからも今後重要なキャラとしてまた登場しそうですよ。私は玉アジアの頭につけている玉がメトロイドのクリーチャーなのではないかと考察しています。霊夢のメインスペルカードは無双封印。マリサのマスパ同様に種類も豊富でスピード重視だったりホーミング重視だったりしているぜ。これも能力を使った応用技なのでしょう。基本的には七色に光る玉が敵に向かってくるというもので弾幕ごっこにとっては非常に強い。他にはどでかい針を持っていてこれを武器にして戦っています。ちなみにこの針は相手の揚力などを吸う代物だそうだ。最近は退治される側の小笠が作ってくれているそうだぜ。これを使って針治療とかできそうですよね。みんなその針で治療受けないといけなくなるでしょ。他にも異変時に発動する勘の鋭さや、飛び抜けた幸運も持っていますよ。といったように、外の世界、つまりリアルの世界で重宝しそうな能力や特性ばかり。まずはじめに空を飛ぶ程度の能力でできることを見ていきましょう。この能力は重力を無視できる能力。つまり、重いものを持ち上げるのに有効になりそうだな。私は激カルですけどね。ということで、霊夢がリアルの世界で働くならば引っ越し業者なんていいかもしれませんね。なるほど、冷蔵庫とかタンスとか持ち上げるのめちゃくちゃ大変だもんな。空を飛ぶ能力があれば一人で軽々持ち上げることができそうだぜ。場合によっては家ごと引っ越しなんてこともできるでしょう。あと調べてみた結果、引っ越し業者の男性の平均年収は410万円。ただし、霊夢は大掛かりな引っ越しができるので高めの550万としましょう。そして一人でこなせることを考えるとその倍と考えて、年収1100万ぐらいは稼げるのではと思われますね。大金持ちじゃないか。貧乏巫女から卒業してくしゃ巫女じゃん。胸も貧から富に成長してくれー。しかも彼女にとって作業量は部屋の片付け程度なのでこれほどコスパのいい仕事はないでしょうね。そしてもう一つの霊夢の幸運。霊夢はとても幸運を持っていて、チンチロリンとか花札でめちゃくちゃ勝利してるんだよな。ちなみに、東方降臨道の説明によると、幸運が霊夢の方に寄ってくるというのが正解なようです。そう、それぐらい幸運があればプロパチとして食っていけるのではないかと思われますね。確かパチンコの収入だけで食べていけることがパチプロって聞いたことあるよ。いかにもプロとは、それを本業として、それ一本で生活収入を賄える人のこと。サラリーマンみたいに会社に勤めることなく、パチンコの儲けが主な収入源となっている人。それで、パチプロはどうやって儲けているのさ？それは、いわゆるボーダーラインを超える釘調整の台を探して、それを打つことにより儲けているのです。パチンコ台というのは、1000円あたり少しでも多くデジタルが回る台の方が勝ちやすいらしい。そして大当たり確率などから計算して、理論上1000円で丸々回転以上回れば儲かる、という回転数のラインをボーダーラインというようですね。わかりやすく言えば、一般の負けてるお客さんはあまり回らないパチンコ台、つまりボーダーラインを下回ってる台を売っているってことね。これに対してパチプロは、釘調整を読んでよく回るパチンコ台、つまりボーダーラインを上回る台を売っているようです。そんなパチプロスロプロの年収の平均は、450万円から650万円。有名な方で、より多く稼いでいる人は年収1500万から5000万前後を稼げるんだとか。5000万、パチプロってとんでもないほど稼げるんだな。霊夢の幸運はガチなものなのでこのぐらい稼いでいる可能性が高そうですね。パチンコ店に霊夢が入ってきたら店じまいだぜ。それにしても霊夢がパチプロってなかなかに似合ってますよ。基本的にのんびりであまり働かずに稼ぎたいというのが霊夢だから似合ってるんだろうな。ちなみに何の台やってると思う？霊さんはやっぱり、北斗の剣傍聴星でしょ。白霊霊夢と北斗の剣以外な夢の共演。それでは次は社名丸綾が職業に就くとどうなるのか考察していきましょう。社名丸綾は妖怪の山に住むカラス天狗で新聞記者というれっきとした職業に就いているよな。他のカラス天狗と同様に新聞を自費出版していて、
彼女の新聞の名前はブンブン丸新聞。豆知識としては東方光林堂によると、社名丸には大天狗の上司がいるんですが、その上司は新聞の大会で優勝しているぐらい優秀らしい。ただし内容自体は子供じみているようだがな。ちなみに新聞の鞍馬加納法という名前からその上司は飯綱丸優ではないようなので、また今後登場する可能性が高そうですね。天狗の新聞は主に天狗仲間が購読することが一般的。あの天才や心栄林からすればそのうちは不利を学級新聞と称していますね。まあ、知識の神からするとそういうのは仕方がないね。あと綾はやたらと霊夢の寝顔写真を撮るのが好きで、なんと公式で3回も語られました。いやどんなに霊夢のこと大好きなんだよ。外の世界で言ったら変態の域ですしね。と言っても前回の闇落ち霊夢のところで言いましたが、綾は霊夢の母親でしたからね。また彼女は新聞記者でありながら幻想郷でもトップクラスの実力者であり、幻想郷最速だとされているんですよ。マリサ曰く、レミリアよりも社名丸綾の方が早いと言ってるよね。さて、そんな綾がリアルの世界でプロ野球選手になるとどうなるのか？いやせめてプロ野球選手の実況者やれよ。野球選手にとって足の速さは非常に重要。走者もそうだけど、外野なんか守れば難しいフライも足の速さでカバーできるよね。まず綾の最高飛行速度は一体どれほどなのか考えていきます。生身の人間の速度記録は、オーストリアのバウムガルトナーが達成した時速 1342km で実に音速の 1.24 倍に達するのです。幻想郷一の速さを持つ綾ならば、外の世界の人間の最高速度を超えれるでしょう。あっこれ完全にやってるわ。そう、2023年1月現在の世界最高球速は、メジャーリーガーのアロルディス・チャップマン選手の169キロ105マイル。なので綾はその約8倍の速度で走ることが可能。つまり彼女が出塁すれば、100% 盗塁ができるでしょう。なんなら絶対に不可能な4盗も可能なはずです。4盗とか異次元レベルだぞ。このことを踏まえて、年俸を考察していきましょう。2000代に入ってから約10年の間、阪神タイガース不動のリードオフマンとして活躍した赤星則弘選手。確かレッドスター、赤い彗星と呼ばれ、新人王や5度の盗塁王を獲得するなど、人気実力ともに球界トップレベルだったよな。最終年の都市棒は2億5000万円。赤星選手は、というかどんな選手でもキャッチャーの送球が遠い1塁から2塁までが限度。しかし綾は4投までいけるので、その3倍で得点数も稼げることから4倍と仮定すると、社名丸綾選手の年俸は10億は下らないでしょう。10億ってことは話題の10円パンが1億個も食べれるってことかよ。10円パンのお値段は500円ですがね。これがどれだけすごいかというと、2021年に日本のプロ野球に復帰し、再び東北楽天イーグルスと契約した田中将大選手の年俸9億円よりも上。プロ野球界一の速さを持つ黒木彗星現る。ただしこれはあくまで盗塁だけの話で、彼女がいれば一人で内野から外野まで守れるので、守備も硬いことからとんでもないものになるでしょう。超次元野球じゃないか。ドラベースでもこんな異次元いないですよ。ただし、彼女が盗塁される前に敬遠で、出塁させれば走れなくなるという対策はできますよ。それにしても、広い幻想郷中を飛び回るストイックな綾が、ベースボールのダイヤモンドを駆け巡るのもかっこいいよ。綾にユニフォーム着させたらめちゃくちゃ似合ってましたしね。現在は大谷選手が二刀流で活躍していますが、もしもリアルで野球をやれば綾は4刀流で有名人になるでしょう。それでは次に、米地悟りがリアルの世界で職業に就くとどうなるのか考察していきますよ。なんでもありの神能力だもんな。スポーツしかり、バラエティなんでもいけちゃいますね。まず米地悟りとは、旧地獄の灼熱地獄跡の上に建てられた館地霊殿の主で悟り妖怪。そして妹に米地小石がいます。他者の心を読む能力ゆえに人間はもちろん妖怪からも忌み嫌われていて、他者との接触を避けて地霊殿に引きこもっていますね。心を読めるという危険すぎる能力ゆえ人や妖怪からは恐れられているが、言葉を話せない動物たちの心が読めるため、地霊殿はペットで溢れていますよ。彼女自身はお姉さんらしく物腰が柔らかくおとなしい性格。ペットには愛情を注いでいるほか、妹の小石も大切に思っているようです。私と同じで素敵なお姉さんじゃないかと約14年間謎とされてきた。彼女の能力は自分の意識で相手の心を読み取ることができるのかそれでも自然に読んでしまうのかという問題点があったのですが、東方地霊記伝にてついに語られました。姫街道旗手の心を読み取ろうとした時に、記者に心を読むのはタブーだと断られた時には、能力を解除していたので、意識して読み取ることができると判明していますね。ということは、ただ単に彼女の能力が強すぎるゆえに、地上から嫌われたということか。そんな誰からも恐れがられる能力がリアルで使われるとどうなるのか。まず転職というと、メンタリストでしょう。どうも、悟りです。そもそもメンタリストとは何かというと、心理学に基づく暗示や錯覚などのテクニックを駆使し、常識では考えられないようなパフォーマンスを見せる人という意味のようです。心理テクニックや人間の特性、
錯覚を利用し、人の心を読み、行動をコントロールするのがメンタリズムです。これへーってところですよ。心理上で起きた相手の仕草とかで判断して言い当てるみたいなのが鉄板だよな。占い師とも少し似ているかもしれませんね。しかし悟りは相手の仕草とか関係なしに相手の心を読むことができる。まさに反則メンタリスト悟り。これならともなんかに引っ張りだこじゃん。ともは幻想郷入りしましたが、あとメンタリストに向いている番組で、本気のババ抜きとか流行っていましたよね。ああ、あの番組めちゃくちゃ好きだよ。あんな番組に出ればオファーもたくさん出て儲かること間違いないでしょう。100発100中のメンタリストで世界的ブレイクも夢じゃない。世界的に売れれば地霊殿よりもでかい家で住めるかもしれません。死体を持ち去る能力と、核融合を操る能力のペットたちもにっこりだな。彼女たちの能力ハリアルで初使えないですね。それにしても反則メンタリスト悟りで大ブレイクしたら面白そうですよ。最近ではとにかく明るい安村さんが英国の人気オーディション番組ブリテンズゴットタレントで活躍してるけど、反則メンタリスト悟りも優勝できちゃうよ。なんと言ってもですよ。いきなり登場したら靴がスリッパなことから爆笑を取れるでしょう。まさかの反則お笑い芸人悟りだった。それでは次に紹介するのは魂魄ヨウムのリアルの転職を解説していきますよ。魂魄ヨウムというと庭師であり、西洋寺ゆゆ子の埋め付け役だよな。グルメ家のゆゆ子もうなるほどの肉丼を作ることができることから料理もできるんだぜ。そんな庭師のヨウムは剣術を扱う程度の能力。やっぱりヨウムの能力がかっこよさを引き立てているんだよな。そう、二刀流の剣士であり、幽霊10体分の殺傷力がある妖怪が鍛えた技物老漢剣と、人の迷いを断つ担当白老剣の二神の刀を扱っていますよ。また、白老剣で幽霊を切ると成仏してしまうので乱りに使用するなと閻魔様に注意されています。長くて老漢剣は並の人間では使うことができず、白老剣は魂魄家しか扱うことができないようですね。剣術を操る程度の能力はリアルの世界で使うと、殺し屋になっちゃうんですが、彼女の特徴でバカ売れする転職があるんですよ。それがアイドル。古風で真面目なみょんちゃんからすると少しイメージがかけ離れているな。しかし非常に相性がいい。アイドルというと晴れ晴れした感じがしますが、やはりメンタル面は必須で体力もいるでしょう。アイドルの皆さんがやっている歌いながら踊るって、相当難しい身体運動だもんな。しかしヨウムは日頃から鍛えているから難なくこなしていけそうだよ。さらに、メンタル面も強い。一見へっぽこに見えますが、ヨウムはなんとゆゆ子から給料をもらわずに毎日庭の手入れ、掃除、洗濯、料理といった家事、遠い人里までのお使い、そして修行もしているという強靭すぎるメンタルの持ち主。よくよく考えたらみょんちゃんめちゃくちゃすごいな。しかも誰からも愛される素質の持ち主。それがわかるのが東方暴月症で人間組だけが白霊神社で大集合するという、激レアシーンですね。確かマリサ、レイム、昨夜がコウマ間のロケットの推進力に必要なものを考えていたんだよね。その後に魂魄ヨウムが登場。彼女はゆゆ子から教えてもらった通り、推進力のヒントをみんなに教えたのにもかかわらず、みんなからいじられるんですよ。可愛すぎでしょ。また、東方水長科の宴会ではマリサが宴会料理を担当することになったのですが、その後みよいちゃんからもらった味の素を使って料理したマリサの宴会料理を食べた感想が、ピンチには逃げ出すクズだと思ってましたよ。どえらい罵りだな。と言い放つも、その後は仲良く戯れ合っていることからも好かれていることがわかりますね。マリサに罵っても仲良くできるなんてめちゃくちゃ好かれてるな。そんなヨウムはリアルでももちろん人気キャラクター。第16回目でついにレイム推しのケイチーの称号を手に入れた。さらに、第17回目の人気投票でも、1位を獲得し見事2冠を達成しているのです。また最新の2022年ではフランドールが1位だったのですが、推し率はなんと1位という異常な人気を誇っていますね。このことからアイドルの素質は抜群でしょう。確かにみょんちゃんなら、私にアイドルなんて無理ですって言いつつもノリノリでやってそうだしな。前回のギャップ萌えの授業でも言いましたが、実は公式的なギャルの素質もあるのでありえますね。新しいトレンドで韓国アイドルならぬ韓霊アイドルとして頑張ってほしいところですよ。ヨウムはやっぱり可愛いですもんね。東方を知ればヨウムを好きになるのは確定的ですよ。東方界のアイドルと言っても差し支えないよね。あと魂魄ヨウムがアイドルに向いているある重要な部分があるんですよ。それは胸がスレンダ。それではラストに紹介するのは、フランドール・スカーレット、新世界の神になるです。彼女の存在はデスノートよりも危険でしょう。フランドール・スカーレットというと、種族は皆さんもご存知吸血鬼、レミリアの妹で少なくとも495年以上生きています。前回の科学の授業で判明したが、幼女吸血鬼といえど血を飲む量がなかなかのもので怖かったぜ。見た目としては、七色に光る特徴的な形状の翼を持ち、パッと見は可愛らしい女の子。しかし可愛らしいフランの能力は破壊する程度の能力。まずフランドールの破壊の威力は凄まじく、
なんと空から落ちてくる大きな隕石を破壊するほど、我々の住む外の世界では2013年、ロシアに落下したチェリャビンスク隕石は、窓を粉々にし、壁を砕くには十分な大きさだったのです。そして、その大きさは今年2月にロシアのチェリャビンスクに落ちた隕石を参考にすると、直径17メートルの重さ10トン程度はあることが分かったのです。10トンって言うと、大きめのグラードン10体分ぐらいだぞ。それをフランドール・スカーレットは破壊したことがあり、科学的に計算したところガンダムを粉々にできるほどの威力を持っている。あのお台場にあるめちゃくちゃでかいガンダムを破壊することができるってマジか。そんな危険な能力を持つ彼女は公式的に破壊は芸術的な思考を持っていて、壊すことが喜びという妖怪らしい危険な部分も持ち合わせています。このように幼女とはいえとんでもないボマー。さすがのゴンも一つに絞ってこう押しても爆発するでしょう。ボマー捕まえたは通用するのかしら。もしもフランドールがリアルの世界に来て破壊衝動に駆られたとしたらアウトでしょう。何がヤバいかというと、原発の目を握られた時ですね。原発とは原子力発電所の略称で、ざっと説明すると原子力発電所はウランという物質が核分裂を起こした際に生じた熱で水蒸気を作り、その蒸気の力でタービンを回して発電する発電所になるんだよ。アップランの名前ってもしかしたらウランから取っている可能性あるな。私も今それ思いました。あと核分裂と聞いて勘の鋭い方は気づいていたかもしれませんが、原子力発電は核分裂を利用した発電方法。つまり原発は核兵器とも言えるのだ。危険とかそんなレベルじゃないぜ。ちなみに原発事故が発生した場合、発電所から数十キロもの範囲で避難制限や強制移住が指示されます。それだけで済めばいいのですが、一度外に出た放射性物質がすぐに消えることはないので事故が発生した発電所の周りは長期間にわたって立ち入りが許されなくなってしまうなんてことがありますね。また原発で想定される最悪の事態はメルトダウンと呼ばれますよ。原子炉内のほぼ全ての放射性物質が爆発核爆発ではないとともに外へばらまかれます。その時強風が吹いているとものすごい勢いで拡散していく。それで、日本の国土のおよそ3分の1は、農業はできなくなるし、生活も難しくなるのです。おいおい、間接的にやっちゃうこともできるのかよ。日本には偏西風があるので被害の大きさは事故原発の西側が大きくなります。もし、九州などの西側の原発が事故を起こすと完全にアウトでしょう。でももしフランがリアルの世界に来ても早めに束縛しちゃえばよくないか。その束縛は違うでしょ。確かに、早めの対処が望ましいですね。しかし吸血鬼のスピードは設定上瞬きするうちに、人里を駆け抜けるという超スピードを持っているので捕獲は厳しいでしょう。そのスピードを狙い撃ちはまず無理だろうな。そう思うと幻想郷の弾幕ごっこは異次元すぎますね。ドラゴンボールで収まるかどうかだよ。つまり、世界の運命は彼女の手の中にあるということですよ。先ほども言ったように、原発をちらつかせるだけでも世界の神となるでしょう。フランドールは幼児とはいえ、500歳近く生きていて、地下で本を読んで過ごしていたので人並み以上に知恵もある。このように世界を支配できる力があるフランドールが、もし世界の支配者になったらどうなるのか考えていきましょう。まず人間の血を欲しがるでしょう。しかしこれは意外と対処はしやすい。前回の科学の授業で判明しましたが、フランちゃんぐらいの身長体重ならば、だいたい牛乳パック分の血が1日の摂取量です。ある計算で彼女たちは1日に必要なカロリーは960キロカロリーだから、1140ml も血を吸えば十分だということになるのです。ちなみに一般的な牛乳のカロリーが1リットルあたり670キロカロリーだから、血液はなかなか高カロリーなんだよね。そして日本では、全血献血に 200ml 献血と 400ml 献血の2種類がありますので、最大の3倍分あげれば喜びますね。400ml 献血で少し疲れるから、そう思うと結構必要となるのか。なので3人分から血液検査量を取れば満たしてくれるということですね。世界中に人間は何億といるので、これは大丈夫。もっとも彼女のおねだりで危険なのは遊び相手ではないでしょうか。下手に刺激したらこっぱみじんだもんな。しかも子供に活かせることになるでしょうから危険です。ただ破壊衝動、妖怪らしく歪んだ考えはあるものの、サイコパスとは違って理解と信念はあるので、気に入られば問題はないでしょうね。あとそうなれば普通の女の子だし、意外と問題としては少なくないか？いや、フランが現れた時点で戦争レベルで危険ですね。一体どういうこと？フランドールがどこに住み着くかが非常に厄介。フランドールが気に入られるとその場所は完全に安全地帯となるでしょう。絶対刺激なんてできないもんな。そしてその国は安全とともに最強の兵器も手に入れたことになります。そうか。フランドールをめぐっての戦争があるかもしれないってことか。そういうことですね。なるほど。やはりフランドールという存在は全世界が問題視するほどに魅力が詰まったキャラってことになりそうだな。まさに新世界の神ですよ。エタニティラルバの名言を奪っちゃいましたが、ただそんなフランドール・スカーレットを愛し、特に異変が起きていないところを見ると、どれだけ姉の存在がでかいかがよくわかりますね。
さて、以上が東方キャラがリアルの世界で食用に就いた時の考察でした。やっぱり東方キャラはおとなしそうで爆発的な魅力を持っていることが分かったよ。もし私と同じように霊夢がパチンコにはまりそうだと思ったら高評価で教えてくれよな。また東方キャラの外の世界の出身地なんかも解説しているので見ていってくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。